いや、座りましょう。いや、はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。タイプスティックスがグッドデザイン賞を受賞させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。っていうところで、せっかく作ったんだからなんかその作ったバックグラウンドみたいなのを話したいなみたいなのを思いまして、ちょっと動画を回しております。はい。ずっと3人並ぶことなかったですよね。そうですね。結構なんかオンラインでだいたいやり取りすることが多くて、確かに。最初にこういうの作りたいっていう話だけあって、あとちょいちょいこうプロトタイプのやり取りはオンラインと郵送とでやらせてもらって。よかったですね。最終的に形になって。そうですね。一番最初にね、鳥羽さんがなんか、売れないけど作りたいものがあるって話が売れないけど作りたい、売れないけど作りたい、これは誰が作れるんだで、ファーイーストがそう相手にしてくれる人は相手にしてくれるのはきっと売れなさそうなものが好きそうな人たちだみたいな。じゃあ今回はこんな感じでゆるく動画撮りつつ、そもそもタイプスティックスって何だったのか、そしてこの2人は誰なのかっていうところも話しつつ、開発秘話とか実際じゃあ出してみて反響どうだったのかとか、その辺までなんか動画にしていければなと思ってます。お願いします。よろしくお願いします。こんな感じでふわっと入っちゃったんですけど、まずお二人は誰なのかっていうところを多分知らない人も多いと思うんで、ちょっと自己紹介をしていただけると。ファーイーストガジェット、私が一応代表の、白川です。ファーイーストガジェットの副代表というか2人でやってます竹内です。ゆずみたいな感じでね。ゆずみたいな僕が2人のことを知ったきっかけがブラックアウトステッカーっていう MacBook の刻印を消すっていうステッカーを売られていて、そこからかっこいいと思って貼って使ってみたのがきっかけで、初めて使ってブログを書いていただいてた時に僕らも認知してというか、鳥羽さんが当時ブログをやってたのもなんとなく知ってた中で、ブラックアウトステッカーを使ってくれたじゃないかみたいな感じで、別にすごい深く接点があるわけでもなく、なんかデスクエニウェアとか膝の上にノートパソコンを置くデバイスっていうか小物を作ったから使ってみてみたいなのとか、そういうやり取りがあって、結構ニッチなものをすごい、最初話した通り作られてるイメージがあったんで、その流れからちょっとタイプスティックスの話に行くんですけど、お話持ってく3年前ぐらいから構想自体はあったんですよ。でそっからなんかこういう風なのだったら細かく小さく持ち歩けるんじゃないかみたいなのを2022年ですかねの4月とかのタイミングで多分スケッチとか書いて、なんか人に披露できるぐらいのアイデアになったっていうところで、それでちょうどそういうニッチなものをすごい作ってたから、ファーイーストさんなら話聞いてくれるんじゃないかっていうところからスケッチをこの中目で持っていったっていうのがきっかけですかね。実際どうでした？お二人のなんか感触。やっぱり鳥羽さんの最初のアイディア自体というかニーズ自体は面白いし、確かにそのシーンあるとか思ってたけど、一般で受け入れられるかっていうともうめちゃくちゃ距離が遠いっていうか。そうですね。キーボードあんのにキーボード使ってる人ってあんまいないんで。そう、そういう人っているじゃないですかみたいな話がちょうどカフェで最初始まって、売れないと思うんですけどっていう意味がその場で初めてアイデアが披露された時に確かにこれはそんなに売れないみたいな、そうアイデアはね会うまで披露してもらえなかった。そうですね、結構パクりやすいというか、公開したら誰でも作れそうだなっていうのがあったんで、なんか 3D プリンターで最初なんか公開してもいいかなみたいな思ったんですけど、どうせならその商品開発みたいな方向でやった方が
なんかかっこいいものできるんじゃないかなっていうところで、自分が思ってるよりはテンションが上がらなかった気がしてあ、そうなんですか。反応なんか微妙だなみたいに思ったんですか。まあ言われてみればみたいな感じで、確かに欲しかったっていうあれではなかったっていうのがあって、まあやってみますかって多分検討いただいてみたいな、反応が淡々としてた。そう、反応が、自分のこの湧き出るやつよりはちょっと温度差は最初確かにねあったっていう。で最初なんか僕のスケッチだと4つの四角みたいな感じだったんですけど、でも確かにこれ理にかなってるわっていう感じで、なかなか筋のいいという、ちょっと上から目線みたいな言い方しますけど、でも売れる売れない置いといても、いいものにはなるなっていうのは思って、でその場でね、みんなで、ちょっとしたブレストみたいな感じで話してて、もうかなり今の形に近いものが、その時にもうすでに頭にはあって。自分の最初のイメージ的にはもうそれでほぼ完成だと思ってたんで、頭の中ではこれ以上なんか質感がどうとかラバーの硬さとかそういう方向に行くのかなと思ってたら、結構造形からだいぶ変わって、で実際使わせてもらうとすごくいいみたいなところで、なんかやっぱ自分だけだとなんかいけないところまで、ファーイーストまで来ちゃったなみたいななるほど。ファーなイースト極東のアイディアにやってきたみたいな。これ大変してやったりな嬉しい感想いけます？いけますか？そうですね、見ながらやった方がいいかも。一応プロトタイプがいくつかあって、そうですね、これが一応一番最初の試作、でこっちが製品版っていう感じで、思ってたより数が多いですね。多いですね。思ってたよりシンプルなものだけど、作ってたんだなって思いますよね。この場にいる全員意外だなって思ってる。鳥羽さんの絵をそのまま、形にしたっていうものですよね。これ最初はこれスチレンボードなんですよね。これ。おー、なるほど。このプロダクト、最近はもうやんないですけどね。かつてはやっぱりスチレンボードを切り張りして、こういうソフトモック作るっていうのが多くて、もうカッターだけで作れるんで、パッとプロトタイピングするのによくやる手法ですね。建物とかよく模型これで作ってますよね。この時点でだいぶ使えてて、実用性だけで言うとこれいいやんみたいな、やっぱ自分は間違ってなかったわみたいな感じだったんですけど、ここで多分言っていただいたのが4つあったらなくしそうみたいな。ちょうど鳥羽さんからアイデアもらった時に、4つじゃなくてもなんかいけそうというのがまず、白川の方からあって、4つの場合だとなんかいろんなストレスが生じるかもしれないみたいなところもなんかちょっとその時にアイデアいっぱい出てきたんですよね。一個一個失敗しないように置くのがまず面倒くさいですね。だったりとか、出し入れする時に、あれこれってじゃあ使う時どう出して、使った後どうやってどこにしまうんだろうみたいなところがどうしまうか問題はなくすよな。そうだからケースが必要だ。じゃあなんかそこを飛び越えるようなアイディアで、おそらく2本でいけるよって言ったんですよね。でそれでできたのがこっち。これもスチレンボードで作った原理試作。すごい。でかい。この最初のね基本のアイデアのこの T 字っていうのがあって、もうここがまず非常にもういいアイデアなんですけど、この T 字の形を崩せば2つの足でいけるっていうことで気づいて、この縦の足をこう遠くに置いたんですよね。そうするともうこういう2個分が1個にできる。でさらに互い違いに組み合わせれば、これケースいらないじゃんっていうのをこの時点からもうそうなんです。アイデアとしてはすごい。これでそのままカバンにしまえばいいっていう。すごい。ここのデザインって感じですね。アクリルを切削したものを次にこう作ってみたんですね。この時点ではやっぱりどれぐらいの数量作れるかっていうのが分からなくて、切削だったら小ロットでもいけるってことで、高級感とかいうあたりで、その切削であることをポジティブに捉えてもらうには木かなっていうことで、ちょっといい木を買ってきて最初作ったっていうのがこの時のモデルですね。なるほど。オークみたいな
そうですね。でこの時に多分僕がなんかああだこうだいろいろ言ってたと思うんですけど、なんかキーボードを外で持ってる人って結構ゲーミングキーボードとかあと HHKB とかもだからゲーミングのギラついた雰囲気と木ってちょっと相性悪いかもしれないっすみたいな話でプラスチックでいきましょうみたいな、木だけは売れないですっていう話を時にでその時にね鳥羽さんがね、いや1000個は売れると思いますって自信を持っておっしゃってたんで、我々もそこまで言うんだったらじゃあ金型を起こすぞみたいな言いましたっけ1000個言ったなっていう。いや確かにこの時点では売れないと思うんですけどってから始まったものが、ここに来て1000個は売れるっていう。なんか使わなくてもなんか欲しいなみたいな、使わないかもしれないけどなんか持っててもいいなっていうレベルのアイテムだったんで、樹脂で作るっていうのが決まったので、はい、今度は滑り止めの部分の検討ですね。なるほど、確かにパソコンと、タイプスティックスの間と、それからタイプスティックスと、上に載せるキーボードの間っていうのがあるんですけど、どっちも滑らない方がいいんだけど、一方で素材によってはその PC を傷つけちゃうとかそういうこともあるんで、なかなかいろんな可能性考えながら、これ今の構成に近い、ちょっとゴム貼っただけっていう。そうですね、キーボード側の滑り止めって感じですよね。まだどれぐらい面積貼るかみたいなのを迷ってる状態ので、どうせなら全部ラバーで作るっていうことも考えられるんじゃないっていうので、これ鳥羽さん初めて見るんじゃないですか。初めて見ますね。これ DMM でラバーだけでラバーで 3D してみたっていう。すごい。箱開けた瞬間にはこれはダメだっていうのが分かったっていう。最初これのアイデアの時点では硬質なゴムを使って傷もつかないし滑り止めにもなるっていうあれだったんですけど、実際に作ってみるとやっぱちょっと反りだったりとか柔らかさみたいなところで結構難しいっていう。これコードサンプル買ったんですよ。それが一番柔らかい。コード硬さのサンプルか、すごい。で今ここにある中ではこれが一番硬いんですけど、結局確かにそう、比べるとグリップも全然違うんですよね。これを PC の上に乗せて、でキーボードを乗せてどれぐらいの角度で落ちてくるとか、そういうのをちょっと試しながら、このぐらいのコードかなって作ったんですけど、全然ダメだと。そっか、これ知らなかったですね。僕はなんでゴムじゃないんだろうみたいなのを多分ここまで思ってて、最近ファーイースとか音沙汰ないなとか思ってた時に多分作ってもらってたっていう。音沙汰ない期間この辺りずっと長く確かにそういえばプロジェクトって生きてんのかなみたいな。僕はこれの次に触ったのがこっちですね。これ鳥羽さんがなんかイベントに年末のねイベントに確か出るっていう話で、ガジェタッチかな、ガジェタッチマックスですね。じゃあ今の現段階のものでプロトタイプを作ろうっていうことで、もうほぼ構成はね今のタイプスティックスと同じで、樹脂の筐体に、ラバーを貼ってマグネットを埋めてあると。この時点で自分的にはもう満足だったんで、最悪このプロジェクトが頓挫しても、僕は満足みたいなぐらいの。とりあえず僕用のができた。自分用はいいから。で SNS にアップした時に結構なんか反響は良かったんですよね。欲しいみたいな。そうですね。なんで同時に時アンケートを取らせてもらったんですよね。何のあれですよね。例えば色に迷ってたりとか、あとは僕ら最初にその Mac を中心に言ってたんですけど、実際みんなどんなパソコンで使いたいと思ってるんだろうとか、いろんなパソコンで結構ガジェット YouTuber、ガジェットブロガーだったんで 3,4 台パソコン使い回してたんで、全部で同じものを使いたいっていうのがあって、いろんなものに対応できたらいいよねっていうところでアンケート取ってもらって、これでなんで完成じゃなかったんでしたっけ？これ見れば結構明らかなんですよね。なるほどな。まだ細かいところはね、だいぶいろいろ検討することがあって、これ、組み合わせると、例えばここ足が見えるとか、指がかりの部分の溝の形とか、角の形とか、いろいろまだ検討することがあって、結構そのフィニッシュに近いプロトタイプが一旦できたことで分かったことがいっぱいあって、
ブラッシュアップしていくみたいな。それを誰が手に取っても完璧な商品になるようにしていくっていうデザインがこの先みたいな感じですね。なんかユーザー的には満足なんだけどプロダクトデザイナー的には詰めるところがいっぱいあるっていうそこのところがあって、まあ、こっちに行くみたいな。さらに進んでいくっていう、これはですね、これ作ってくれてる中国の、工場から、もらった脂肪サンプルなんですよ。あ、脂肪、これ白いんで全然わかんないんですけど本当だ、ここがツルツルでそうですこっちに行くとザラザラになるっていうすごいサンドブラスト加工みたいなやつのサンプル。脂肪が薄いと結構傷がつきやすいっていうのがあって、ただ粗すぎるとそれはそれでイメージが違うんで、なかなか結構気を使うところですね。そうですね、結構特に白って光沢感がすごいあるとめっちゃ安っぽくなっちゃうんで、そこはできるだけマットな質感にしたいっていう話をずっとしていて、この時点で結構マットなんでこれで満足しちゃうっていうあれだったんですけど、その流れでこっちに行くって感じです。そうですね。で次にここは、そうマグネットの検討。そうだ、これめちゃくちゃ適当なモックなんですけど、はい、これ磁力がどれぐらいの感じかっていうのを手で検討して、まあ、いろんな磁石を仕入れてみて、マグネット同士でつけるイメージで、はい、作っちゃうと思うんですけど、実際そのマグネットを今回製品面ではインサートっていって、中に入ってるんで、少しマグネット自体の距離離れてるんですよね。だから離れた時にどれぐらいの、なんだろう、手の感触になるんだろうっていうのを、いっぱい確かめたサンプル。すごい、こんなことがそうなんですよ。水面下でマグネットの気持ちよさをずっといろんなマグネットの何種類も用意しながらそもそもなんか埋め込むのかとか、こういう風に表に出すのかとか、その辺もすごい悩んでるっていう話をメッセージではしてましたね。されてましたね。こういう状態だと見た目がまずあんまりかっこよくないっていうのはありますけど、これを接着するのかとかいろいろそういう問題もあって、工場の方からインサートやってくれるっていう話があったんで、じゃあどれぐらいの磁力でどれぐらいの距離でやれば求めてるその磁力の強さが出せるかっていうのをこっちで検討しながらオーダーしたって感じですね。気持ちよさもあったし、やっぱりガジェットポーチにみんなしまうものだから、その中でばらけない、なんかちょうどいい強さみたいなところをやりましたよね。金型にまず、磁石を置いておいて、でそこに樹脂を流し込むんですけど、何らか穴は開くんですよ。穴は見せたくないけどどうしても開いちゃうって話だったので、なんか目立たない形とか、もしくはファーイーストガジェットのロゴの中にうまく埋めれないかなとか、そもそも磁石を埋め込まなくても成立はすると思うんですよ、ものとして。磁石を埋め込んだ理由みたいなとかってやっぱなんか思いってありますか？そうですね、やっぱり一番綺麗にスマートにシンプルに解決するには磁石だっていうのがあって、耐久性が悪くなったりとか、見た目が非常に煩雑になったりとか、で磁石って昔はやっぱり電子機器とかに使うのってどうなのっていうのがあるんで、ハードディスクが入ってた時代は本当に現金だったんだけど、ちょうどやっぱりノートパソコンの仕様もガラッと SSD に変わった時代だし、いまだに多分それを思う人はいるだろうから、磁石じゃないアイディアも何かないかなっていうのはいろいろ考えてたんですけど、マグネット対応するアップル中心のメーカーも増えていった時期で、やっぱ結構時代性を象徴する感じもあるなと思ってマグネット行こうみたいな感じにはなりましたよね。スパイスガジェットってシンボルマークが箸なんですよ。結構場合によって箸の向きがコロコロ変わるんですよ。これは箸がちょうど向こう向いてて、四角い箸の頭が見えてるっていう、真正面から見た時の、これはシンボルマークとしてシンボルマークを埋め込んだインサート成形のその穴だっていう、自分たちにしかわからないこだわりっていう。これはでもすごいなと思って、話を最初聞いた時にその穴は絶対開いちゃう問題と、ロゴとかなんか入れるのかどうか、そういうミニマルにしたいけどみたいな、そういう問題が
この磁石を埋め込むっていうのに2つのなんか課題を一度で解決するみたいな。で実際にね、この金型で作ってもらって、でこの時よりも、ちょっと厚みも増してるし、磁石入れたこともあって、でそれが全て功を奏してすごく気持ちいい感じのね、このパチっていうフィーリングが作れたっていうのが、ぜひ手に取って触ってみてほしいところなんですけど、そのパチってなる動作でタイプスティックスって名前になると思うんですけど、どのぐらいの時点から？ちょうどその鳥羽さんがティザーで公開した時はまだ名前なかったんですよ。そうですね。無印良品みたいに機能性をそのままネーミングにしたらどうかっていうのを最初は言っていて、キーボードの上に置く板みたいな最初のアイデアの頃の時ってもう 3D プリンターで作って配れればよくて、まあそれがもう500円とか1000円とかで、もうお送りできれば十分なんですけどみたいな話をされてたんですけど、結局なんかデザインが仕上がっていく段階になってどうしてもコストがかかっちゃうっていう話がまずあるのと、それでやっぱり値段を少しつけなきゃいけなくなった時に、何かしらその機能性だけを名前にするだけじゃなくて、なんかこれを持ってることのなんか意味っていうところをもうちょっとつけないと、そのデザインもそうだし、そのネーミングとか、世界観まで全部やっぱ作り込まないと、なんかちょっと値段を出してもらうことに納得がいかないんじゃないかみたいな、状況になってきたっていうところがまずあったんですよね。そこもなんか鳥羽さんと一緒に納得を作る意味でも、ネーミングとか世界観を同時に伝えなきゃいけないなみたいなふうに思うところがまずあって、その時にもう手触りがいいからずっとカチャカチャ触ってたんですよ、ね。ハンドスピナーみたいに。そうでなんか体がこの覚えてる動作で、だんだんピンときたというか、これなんかこの動きが何か覚えてる体がみたいな自分が覚えてる動きだぞPC というかタイピングのための道具っていう意味付けをどう入れようかなっていった時に、それでチョップスティックスに対する、じゃあタイプスティックスだなっていう、すごい素直な名前が出てきて、一応そこでなんか和名みたいなのあった方が海外で受けるんじゃないかっていう僕の入れ込みみたいな、そのフィードバック面白かった、面白かった。あって、それで内橋っていう和名も一応ついてるっていう、なんかでもイメージ的には結構自作キーボードとかも海外で流行ってて、日本でも店舗ができてとか勇者工房あったりとかで、勇者工房も海外に人すごく来るから、なんか日本だけのパイだと狭いけど世界で言ったら欲しい人めちゃくちゃいるんじゃないかっていうのがあって、ゆくゆくは海外展開したいっていう。結構そのネーミングがいろんなその先のきっかけになったっていうのが分かりやすいのパッケージですよね。これは作ってくれてめちゃくちゃかっこいいですよこれ。やっぱりね、数出ないんでそんなにお金かけれないっていう現実的な問題があって、最初はね本当に樹脂のパックみたいなやつも検討したりとか透明なようなやつしてたんですけど、なるべくシンプルにねそっけない方が潔いだろうとは思ってたんですけど、これめちゃくちゃ小さいんで、いっそのこともうめちゃくちゃ小さいパッケージで作ったらどうだと、紙でやるならこうだろうっていうところで、すごいこの箸の箸の感じですね。箸なら箸箱だ箸ケースっていうことで、弁当箱の箸を開けてもらって、いやこれはでも感動しましたね。やっぱこの箱になって出てくるとなんか文房具っぽさもあるじゃないですか、キーボードって。だから文房具っぽいっていう側面もありつつ、でもネーミングがここになんかもう体現されてるっていうところがやっぱめっちゃいいなと思ってて、これ初めて手にした人はこう開けて、でこの中身をこう多分パッて取り出せます。こんな感じで取り出してパカッて開いてすぐ使えるっていう、説明文もほぼないですもんね。ないですね、真っ白っていうプロダクトのインパクトが強いので、パッケージももう色をなるべく入れないっていう。最初何個で1000個作ったらしばらく持つというか、1年ぐらいは動画にしたところでみたいなイメージでいたんで、1日で売れるとは思ってなかったんですよね。せっかくだから反響も良かったし、
他のモデルのカラー展開にも合わせたいみたいなので、おかげさまで一応金型費は回収がPFA さんからまずそのカラバリのちょうどお話みたいなオファーみたいなものがいただけたんですね。で当時僕らも最初の頃は白だけで作りたいとも別に思ってたわけではなくて、他の色も、アイデアの中にあったんで、それをきっかけとしてじゃあやりたいみたいな感じで、これが商品版のグレーと黒なんですけど、グレーが PFU ダイレクト限定で、黒はレギュラーで売ってるモデル。これは本当にただ黒で、成形しただけのものなんですけど、ここ艶ってるじゃないですか。で白はいいんですけど、やっぱ黒とグレーは艶ってるのすごく安っぽくて、そうですね、めっちゃチープですね。でこれが塗装版のサンプルなんですけど、やっぱり質感はすごくいいです。そうですね、だいぶ変わりますね、印象が。でね、これ気づいてほしいのがですね、これ閉じてないじゃないですか。隙間できてますよね。これは塗膜の分厚みができて閉じなくなっちゃってるんですよ。なるほど、同じ金型だともう作れなくなるわけですね。そうなんです。塗装があると。それで足の部分だけ金型を変えて、黒とグレーはちょっとだけ足が細いんですよ。あ、そうなんですね。で塗膜が乗って初めて白と同じ厚みになるっていう、初めて知った。そんなことをやってるっていう。そんな細かいこと。黒が塗装だってことも気づいてる人そういないんじゃないかなと。もともとでもこの色、この地の色はこれですよね。でこれに塗装をすることで、こういう色になっていって、最終的にはめちゃくちゃかっこいいですよね。これやっぱりですよね。黒は僕そんなにアイテムとして持ってないんですけど、このマットな黒ってやっぱ所有欲が満たされる黒をしてるんですよね。このマットで光が鈍く反射する、手に吸い付く感じがありますよね。でこう開けるとこの内側もサラサラとした上品な黒で、これがかっこいいですよね。ありがとうございます。でこれで完成して、こんな感じで紆余曲折、この間1年間ぐらいでやってますもんね。そうですね。1年間で白まででまず白までで1年で、ここから1年後にそうですね。実際作ってみて何個売れたのかとか、その辺ってなんか言えたりします？ほんのりとか。そもそも鳥羽さんが動画の中で1回そうですね、年内1万個ぐらいは、なんで今年内に1万個の出荷ぐらいにようやくなるかなみたいなところで、すごいな。これで想像の1桁を最初だってコンセプト持ち込んだ時は100個っていう話だったんで、2桁多くで、それでカラーバリもいろいろ出せて満足度もすごい高いっていうところは嬉しいなと思ってて、グッドデザイン賞とか受賞してどうでした？おめでとうございます。おめでとうございます。多分お二人はね、もうメーカーの中で何回もやってることだとは思うんですけど、僕にとってやっぱり初めての出来事というか、一個こう公の賞というか認められたのは初めてなんで。履歴書に書けるやつです。そうなんですか。そうか。賞の方で書ける。メーカー的に言えば当たり前かもしれないんですけど、やっぱ個人のプロジェクト、やっぱり個人レベルのプロジェクトになってああいうものをもらえるってだいぶ意味が違うなとは僕も思いましたね。やっぱり小さなニーズから意外とそれが届いてる人が多いぞみたいな気づきがあり、なんかそれに意味付けをちょっとしたいなみたいな気持ちもどっかにあったと思うんですよね。そうですね。一般的に認知してもらえるっていうのは結構こだわりが最初からあって、そういう賞を応募ぜひしたいですみたいな、多分プロトタイプの時から言って、鳥羽さんからね、これ出さないですかみたいな変なインフルエンサーがなんか変なメーカーと一緒にただ作ってるみたいに思われたりすると思うんで、そこはなんかじいちゃんばあちゃんが見て、じいちゃんばあちゃんに説明しやすいですよね。そうですね、じいちゃんばあちゃん見に来てくれましたもんじゃあ今後なんかまた面白かったし、またやりたいねみたいな話とかもそれなりにあったりすると思うんですけど、今後なんか展開としては進んでるものというか、自分的にはちょっとこういうの欲しいみたいなポロッポロッと出していて、水面下で動いてもらってるみたいな感じだと思うんですけど、出る可能性はありますかっていう。可能性はありますね。
だからあとは仕上がればっていうところですよね仕。上がれば、はい、結局今アイデア自体は新しい、一応それが作れるみたいなところまでは行ってるんですけど、それをちゃんと今度はデザインとしてそうですね、一歩進められるかみたいな。ここの段階とかを今、うん一旦じゃあまあ時間もあれなんでこんな感じでちょっと動画としては終わりにしようかなと思います。はい、ぜひタイプスティックス手に取ってくださった皆さんいつもご愛願ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうごそしざいます。てまだ使ってないよっていう気になってるよっていう人は概要欄の方から購入して手に取ってもらえるとさっき言ってたこだわりこれかとか分かってもらえると思うのでぜひ嬉しいです。そしたらシェアしてもらえると僕らもリツイートとかさせてもらいます。というところで今回の動画は終わりにしようと思います。じゃあさよなら。